ホタテがこんなに甘く美味しかったとは。肉厚な浜焼き。おお。野田村の。あ、野田村の大きいですね。牡蠣も美味しい。ホタテ入り白麻婆豆腐。久慈のグルメに精通している地元の方からの情報。その方久慈で一番のおすすめの店、ホタテ屋安藤。昨年は貝毒が発生、出荷規制で地元のホタテがなかなか食べられませんでしたが、いよいよ解禁。肉厚で美味しい、旨味の詰まった地元野田産のホタテが食べられます。ホタテ屋安藤。すいません、こんにちは。あ、一人なんですけど大丈夫ですか？はい。はい。じゃあすいません。おすすめ何かありますか？ホタテは今入ってます。ホタテが今地元のホタテが貝毒で、まあ北海道のものが、はい、あって、まあお刺身とかなめろうとかここら辺はできるんですけども、はあはあはあ、こういう感じ。なるほど。一番おすすめはどういうなめろう？まあなめろう珍しいと思いますので、なめろう。ホタテのなめろうなんですか？そうですね。はい。あ、初めてです。はい、じゃあそれで。はい。この飲み物は何か飲まれますか？はい、あんまり私アルコール苦手で。はい、ノンアルでも大丈夫ですかね？ソフトドリンクでも。はい。あります。カクテルなんかは特にはないですかね？まあこのカシス。うん。あ、じゃあこれもらいましょうか。オレンジでよろしいですか？はい。はい。はい。そしてまあ来週の検索までどうなるか、できればまたお盆前にこうね再開できればいいなっていう期待も込めているんですけど。はい。出身はどちらなんですか？私兵庫県なんですけど。お湯がなめろうでよろしいですか？そうですね。はい、そしてそうか。カシスオレンジもいただきますけど、ここでしか飲めないビールがあるって聞きましたね。はいはい。それ後でいただきますね。盛岡の地ビール、ベアレンビールを久慈で飲める唯一のお店だそうです。もうカクテル飲んでもし弱いから飲めなくなる可能性もあります。ご飯もの何がいいかな。じゃあ定食セットで。今日は暑いから美味しいですね。普段アルコールは飲まない私なのですが、この日はとても暑い日だったので喉が渇き、とても美味しく感じました。お通し。まずはお通しのイカとピーマン。イカとピーマンのバター塩炒めですね。メインのお料理だけでなく、居酒屋ではこうしたお通しがどんなものが出てくるのか一つの楽しみですね。美味しい地元ならではの食材を使ったお通し、メインの料理にも負けない美味しさです。何年ぐらいになるんですか、ここで？1年になります。今月の末で。あ、はい、割と新しいんですね。ですね。ずっと私野田村っていうところ。漁師さんをやってられたんですね。漁協の職員だったんです。職員で。ホタテを作ってる親戚がいて、そこから仕入れて。なるほど。やり始めだったんですが、コロナが3年で、そしてコロナがやっと終わったと思ったら、今度は貝毒が3年目で今、もう本当に地元のものなかなか使えなくて。はい。安藤さん、大変なところを通られましたね。でも最初に大変なところを通ると、あとは登るのみ。頑張ってほしいです。これは美味しい。
めろう、ホタテのなめろうとは珍しいですね。初めて食べました。これはご飯のおかずとしてもお酒のおつまみとしても合うのではないでしょうか。はい、どうも。はい、じゃあビールもお願いします。ということで定食セット、ご飯、汁物、漬物の3点セットです。牡蠣が入ってる。地元の野田村の牡蠣。野田村の大きいですね。この汁物がさすが港町久慈ですね。海の香り豊かで美味しかったです。牡蠣も肉厚で美味しい。はい。この時期だけ身入りが良くなって取れるんですよ。いいですね。とっても美味しいです。震災後に野田でも養殖が始まったそうです。たくあん、ベアレンビール、なめろうご飯にのせて一緒に食べます。このわかめは野田の。はい。荒海で育ててますんで、ホタテは荒海ホタテって言いますし、はい。わかめは荒海わかめっていう。牡蠣も荒海が利く。自分の意思を貫くために。ました。これはイカとネギ。ホタテの刺身が来ました。肉厚の貝柱が3つに切ってあります。わさびをつけて醤油につけていただきます。プリッとした歯ごたえ、甘い。濃厚なうまみが口の中で広がります。とても美味しいです。大葉と一緒にいただきます。ホタテじゃがバター、ホタテとじゃがいも、一緒にいただきます。ホタテの甘みとバターの香り、ホクホクのじゃがいもの組み合わせ、
海と大地の合作。シンプルながら最高です。はい、どうも。塩焼きそば。ボリューム満点で味も美味しかったです。さて、9時の短い夏が終わり、秋祭り。涼しくなっていよいよ地元ホタテの出荷が解禁されました。9時の道の駅同風館でホタテが入荷しているのを見て買って帰り、食べたらその美味しいこと、これは驚きました。こんな美味しいホタテを食べたのは初めて。肉厚なホタテに旨味がぎっしり詰まっていて甘い。貝ひもも美味しい。それできっと安藤さんところも良いホタテが入っていて美味しくお料理してくださるだろうとお店に寄ったわけです。でもイベント続きで忙しく、2度素振り、3度目に行ってやっと食べられました。こんばんは。よいしょ。大丈夫ですか？一人どうも。あ、いえいえ。同風館に行って野田のホタテが入荷してたので食べたらものすごい美味しくて、今まで食べたことない味だったんでこれ安藤さんとこも入ってるかなと思って貝毒はもう大丈夫になったんですね。8月末だったかな、やっと、今年は開けて、そして今も毎週検査してるんですが、大丈夫で。そうすると、今までできなかったものでおすすめっていうのはどれでしょう？浜焼きですか、酒蒸し。そうですね、今までここら辺ができなかったんですが、貝のまま入ってきてますんで、浜焼きとか酒蒸しとか。どっちがおすすめですか？お好みですけども、割と浜焼きの方がご注文多いですから。じゃあ浜焼きと麻婆豆腐、ご飯ものおむすびもらいましょう。うまみというか甘くてホタテがびっくりしました。今まで食べてたの何だったんだろうっていうぐらい違いましたね。はい、ありがとうございます。まずはお通し。みょうがときゅうりにイカですね。じゃがいも。はい。あ、美味しそうですね。ホタテが解禁されると、道の駅などでのイベントとその準備でお店を閉められることが多いので、行かれる際は予約をされることをお勧めします。はい。とまず塩むすびでございます。どうも。今麻婆豆腐もお持ちします。はい。
ただきます。おお、これは大きい。うん、美味しい。はい、どうも。青南蛮が一本こうちょっと長めのが入ってると思いますんで、はい、それちょっと辛いですね。辛い。気をつけて。はい、ありがとうございます。美味しいです、とっても。白麻婆豆腐。結構辛いですね。ホタテ。ありがとうございます。日本人はやっぱりお米のご飯ですね。昭和レシピチャンネルではパラグアイで作ったおにぎり動画もありますので、ぜひご覧くださいね。イベントはどっかでやられたんですか？はい。あ、そうなんですね。今までは北三陸に行ってたんで、はい。去年は西波の方、岩手町にあちこち週末は。あ、そうなんです。ホタテが取れたからということで、忙しくない。去年もホタテ買い得中だったんですが、はい、青森とかのホタテ使って持ってって売ってました。あ、そうなんです。すごい大きいですね、このホタテ。今の時期やっぱり一番大きくなる。はい。唐辛子を見つけられなかったけど食べちゃったのかな。最初に食べたのは辛かったからそれだったのかもしれない。これですか？あ、そうですね、これですね。これですね。これだけこれだけ気をつけないと辛い。探しちゃったんですけど見つける。あ、美味しかったです。ごちそうさまです。私がまず驚いたのは、ホタテというのは食感を楽しむためと思っていたのが、新鮮な良質のホタテはこんなに甘く味が深かったのかということです。地元に育った方は当たり前かのようにその味を子供の頃から食べてきたそうですが、関西の町に生まれ育った私には新鮮で衝撃的でした。
ウニやアワビもいいですが、ホタテ、虜になりそうです。いかがでしたか？新鮮なホタテ、ぜひお試しください。皆さんに食べてほしくて動画を編集、他の動画を押しのけて急いで公開させていただいています。もうこれは9時に来るしかないでしょう。私も励みになりますので、お店へいらしたら昭和レシピチャンネルを見たと言ってくださいね。チャンネル登録と評価、コメントもよろしくお願いいたします。皆様のおかげでチャンネルが評判となっています。コラボも募集しています。みんなで共に成長していきましょう。9時の奇跡の生態院マッサージオリエンタルへもどうぞいらしてくださいね。んでや、まだナス、ノス、ベモス、チャウチャウ。